こんにちは、金継ぎ暮らしです。金継ぎ暮らしのこの簡易金継ぎと呼ばれる、1日で完成できる金継ぎキットの中に入っているものを紹介します。まずは割れている器を直すための接着剤です。こちら、日本の厚生労働省というところが定めている器に対する基準がクリアしたものになっています。日本には食品衛生法と呼ばれる容器や器に対する基準がありまして、鉛、発がん性物質などが入ってないよねという基準がクリアされた接着剤です。フードセーフティーといいますか、食器に使っても大丈夫な接着剤になっています。本漆で小麦粉を混ぜた接着剤を作ると1週間固まるのにお時間がかかりますが、このアルテコという接着剤であれば5分で固まるようになっています。なので、つけた後5分待っていただければ、その日のうちに次の工程に進むことができます。そして、つけた後のひびや欠けている箇所を直すのは、こちらのエポキシパテと呼ばれる道具を使っていきます。エポキシパテという樹脂で直していくんですけれども、こちらももちろん厚生労働省の食品衛生法と呼ばれる容器や器に対する基準がクリアされたエポキシになっています。開けると樹脂が出てきます。こちらシールを剥がしていただき使っていただくんですが、シールを剥がすとこのように中心と外側で色味が変わっています。この中心と外側を1対1で練り混ぜることで化学反応が起きて10分後に固まるパテになっています。こちらを輪切りにしていただき、小さくカットした状態で使っていただきます。輪切りにする時のカッターもですね、このように金継ぎキットの中に入っております。なかなかベタベタしますので、自分の家にあるものではなく、金継ぎ用にですね、こちらのカッターを使用していただければと思います。これが輪切りにした状態です。はい。だいたい5ミリ間隔でですね、このように輪切りにしていただき、この後、さらにこれを半分、また4分の1ぐらいにカットしていきます。濃いグレーと薄いグレーが1対1になるようにしていただきたいので、中心にピザをカットするようにですね、切っていただき、練り込んでいただきたいと思います。そしてこれを練り込んだ後は、かけているところに埋めていただければ10分後には固まるので、固まった後は紙やすりを使って表面を研ぐことができます。紙やすりは400番、そして1000番と呼ばれる番手のものを入れております。400番の方が粗いもの、そして1000番のものがこちら艶上げ用のものになっています。粗いもので形を整えていただいたら、輪郭など周り当たってしまいそうなところは艶上げ用の柔らかい旋盤の方で輪郭や周りの汚れを落とすために使ってください。紙やすりで表面が整え終わったら、最後には合成漆、そして金粉、そしてこの金粉をすくうさじ、これを使って合成漆と金粉を混ぜていきます。この金継ぎキットの中には入れていませんが、テレピン油というものが必要です。残念ながら引火性となっていますので、飛行機など海外に輸送することができません。ただ、テレピン油は油絵などで使いますので、ほとんどの国でテレピン油が売られていると思います。ホームセンターや画材屋さんなどでご自身でお買い求めください。このテレピン油をスポイトですくっていただくためのスポイトは入っておりますので、こちらを使ってください。
合成漆を適当なトレイに出していただきます。トレイは金継ぎキットの中に入っているものは使い捨てになっています。皆さんのご自宅にあるような何か磁器やガラスの小皿を用意していただければ、洗って繰り返し使っていただくことができます。これを合成漆を出していただき、さじを使って金粉をすくい、合成漆に混ぜます。この時、合成漆には粘り気があるので、テレピン油をスポイトで取っていただき、2滴ほど垂らしていただき、さじで混ぜてください。混ぜ終わったら、このような金色の塗料が出来上がります。少しゆっくりと垂れていくぐらい、このくらいの粘り気にしていただくのがおすすめです。ここまでいけば、最後は金継ぎキットの中に入っている筆を使って塗ることができます。合成漆を塗ると強度を上げることができますので、割れていたひびの場所や欠けていたグレーでエポキシで埋めたところ、この部分をこの合成漆で強くしてください。この金の塗料を塗っていただいたら10日間乾燥させてください。10日後には食器用洗剤で洗って使っていただくことができるようになっています。ただ、金継ぎには使えない工程がいくつかあります。まず1つ目、電子レンジです。金属になりますので、電子レンジに入れるとバチバチと火花が散ってしまいます。電子レンジは必ず避けてください。そしてオーブン、トースター、器を煮ること、煮沸消毒ですね。そして器を蒸すこと、これらも NG になります。金属なので熱膨張してしまいます。オーブンやトースターに入れると金が膨らみ、冷却時差でもって剥がれてしまいます。なのでオーブン、トースター、器を煮ること、器を蒸すこと、そして電子レンジ、これらは避けてください。別に温かいスープや飲み物を注いでいただいても全然問題ありません。温度が冷めていきますので、そのまま使っていただいて大丈夫です。あくまでも100度近いお湯の中でブクブクしている状態で2、30分煮てしまうなど、長時間熱が加わることは避けていただきたいという点です。そして金継ぎ、なるべくならスポンジで手洗いしていただきたいと思います。食洗機、漂白剤、たわし、あとメラミンスポンジなど水だけで落とせるスポンジがありますが、これらを使うと金の表面を剥がしてしまう恐れがあります。別に使ってしまえば有害物質が出るといったことではありませんけれども、なるべく長持ちさせるためにスポンジで手洗いしていただくのをお勧めしています。ただ、金継ぎというのはどうしても使っていれば最終的には金が剥がれてしまいます。そんな色の変化も金継ぎの世界では経年で美化している、美しくなっていると捉えられています。色が暗くなっていく、剥がれてしまうというのを育てるなどの考え方で楽しまれていますので、色の変化も味として楽しんでいただければと思います。ただ、お客様に出しづらい、自分が気になってしまうなどありましたら、剥がれた箇所にまたこの合成漆、金で塗っていただければ、また元通りに蘇らせることができます。金継ぎした後の器が
また割れてしまってもまた金継ぎできます。剥がれてもまた表面を金継ぎできれいにすることができます。長く使ってほしい、残してほしいという思いが金継ぎには込められていますし、そういった技術が詰まっていますので、ぜひ器を長く使い続ける、捨てないという選択肢を金継ぎで取っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。